いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はシブガのニューモデル、ナイチンゲールです。シブガってこのチャンネルではヘッドフォンのレビューしかやってないよね。そうよ、いつかイヤホンのレビューもやりたいなぁと思っていたら、シブガの方から連絡があって、このナイチンゲールを送ってもらったんだって。なんかちょっと変わった感じのモデルだよね。そうだね、シブガの特徴がよく表れてると思う。ところで、なんでナイチンゲールってモデル名なのかな。看護師の手本と言われ、白衣の天使の語源にもなった人のこと。愛はシャアースナブルがベルトーチカチルドレンで登場したモビルスーツなのかと。残念ながら両方とも違う。シブガのモデルはロニンとかウリオールなど鳥の名前が付けられていることが多く、このナイチンゲールは中国では夜莺の発音で力強く美しい鳴き声でよく知られる小型の鳥から付けられているんだと思うよ。シブガのヘッドフォン、イヤホンには CNC で精密加工された木材が使用されることが多く、検索、研磨、塗装、自然乾燥など手作業工程を何度も繰り返して仕上げていくんだって。その分価格も上がるんで、ターゲットとなる顧客層も当然違うってことだね。ナイチンゲールの価格は、3万超えなんだ。音聞いて気に入らないと手が出ないね。ナイチンゲールの印象をシンプルに言えば、音質は万人受けする傾向ではなく、マニア好みでフラットかつ超高域が印象的。好き嫌いははっきり分かれるだろうね。同梱品はケースとイヤーチップが2種類7セット、あと本体とケーブルね。お高めモデルでもオーソドックスなのね。外観は水滴の形をしたデザインだけど、デザイン優先ってことはなく、重さ、サイズは一般的なモデルと同じような感じで、内側は耳にフィットしやすく装着感は結構いいね。無垢材のフェイスプレートの模様は当然一点物だし、その無垢材を保護するかのようにメタルを使用したエッジもいい。ドライバーは 14.5mm のクレイナータイプです。先日レビューしたティファイン、クレイナーのように広域をやや柔らかくしたモデルとは違って、ナイチンゲールは超広域に特徴があります。詳しくはこの後波形を見ながらにしましょう。ケーブルの使用は上の通りで 4.4mm のコネクターだけの設定なんですね。ハイエンドを意識してるってことでしょう。では波形を見ていきましょう。まず、イヤーチップの比較ですが、定域はバンドル1のタイプがこの中では一番よく出ているようです。それより、ジャックさん、こんなカーブ、愛は今まで見たことないんですけど、ナイチンゲールのシングル波形にします。そうだね、ちょっとびっくりしたね。カーブの出るとこと引っ込むとこが逆になっているようにも見える。測定する前から結構聞いてたんだけど、とにかく広域のキレがすごい。ただ、それが耳に痛いとかじゃなくて、とても繊細なんだよ。これ、低域出てないみたいだけど大丈夫なの？中低域から中域がフラットですよね。こんなフラット見たことないです。中高域、がっつり落ちてるじゃん。ボーカルとかメロディーが引っ込んじゃうんじゃないの？やれやれ、質問攻めだね。まあこの波形見たらそうなるのもわかるよ。でもまずサウンドチェックして、その後まとめて話すことにするよ。手持ちでは同じ価格帯のプレイナーモデルがなかったんで、今回はこの2モデルと比較してみた。タングズ ZTNU Heyday エディション、そしてナイス HCK F1。カーブの傾向はどちらとも似ていないので比較するにはいいんだけど、サウンドチェックはあまり参考にならないかもね。結構苦労してたみたいだけど、どうして？それだけナイチンゲールが独特ってことだよ。超広域の繊細で綺麗な感じはやっぱり実機で聞かないと無理なんだよね。それでもやってるうちに色々気づくことがあるから収録はしてみたけど、ケーブルはイヤホン側のコネクターに特徴があって、他モデルには浅くしか装着できなかったんですよね。そう、だから他にモデルは Heyday エディションのケーブルで収録したよ。音調整はナイス HCK F1 を基準にしてみてる。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Come let down on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I woke up let down on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. All night long, there is nothing wrong, baby, it's alright.
はい、サウンドチェックでした。確かにこれは実機じゃないと、ただ超高域がきついだけの音に聞こえてしまいますね。そうだね。渋谷のモデル、実機の主張が店頭でできたりするのかな。じゃあ、ジャックさん、さっき質問した波形の特徴の解説と聞いた印象をよろしく。了解。ナイチンゲールを聞いた印象は、非常に繊細なシンバルの表現、ハイハット、ライドシンバルの刻み、ともに今まで聞いたことないような粒立ち。波形から推測すると、低域が全然足りていないように見えるが、実際聞いてみるとそうでもない。低域を重視したモデルとは、量感の部分では比較にならないけど、キックのアタック感もベースもしっかりしてる。他の帯域の出方が密接に関連してるのは間違いないね。別のケーブルでも聞いてみたけど、やっぱりバンドルケーブルの方が合ってると思った。低域、高域ともにバンドルケーブルの方が出るわ。中域がここまでフラットになってるモデルは初めて。ここの出方をチェックするリファレンス曲を聞いてみると確かにしっかり出ている。今までの認識だとこれだけ中域が出たらモワモワするんだけどね。中高域がこれだけ控えめなのにボーカルが引っ込まないのはボーカルの主となる帯域がここじゃないから。普段2から4キロあたりが出ていればボーカルは前に出るって表現をしているけど、それはより聞こえやすくなるということで主となる帯域はもっと下なので中域を出していることが重要だと思ったよ。なんか不思議です。ボーカルしっかり聞こえてて、しかも痛くないし、イヤホンで聞いてる感覚とはちょっと違いますね。だよね。音はもちろん耳元で聞こえるけど、スピーカーで鳴らしている雰囲気と言ったらいいのかな。全体的に音が柔らかいけど、オウムという表現もちょっと違う。ピアノのソロ曲とかオーケストラを聴いてみると独特の生々しさがあって、慣れてくると聞きたい音は無意識に自分で選択してる感じと言ったらいいのか。PA 通す前のアンプから出てる音が綺麗に揃った感じと言ったらいいのか。まあそんな感じ。音数が少なく、ミディアムやスローな曲なんかはものすごく合う。かといってスピード感ある曲も思ったよりしっかり聴けるんだよ。なんかいつもの感想と随分違うね。そうだね。これは常用したら音の捉え方変わるかもね。決して派手な音作りではないけど、それを理解できた時このイヤホンの価値がわかる気がするよ。私はまだまだだけど、もっといろいろ聞いてみたいのは確かだね。という感じでうまくお伝えできたかどうかちょっと不安ですが、ナイチンゲールは今まで聞いていたモデルの常識は一旦置いて素直に聞くとその良さがわかる気がしました。ということで、クロート向けなプレイナードライバーモデル渋がナイチンゲールのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。